皆さん、こんにちは。マミの健やか日本語ポッドキャストです。このポッドキャストでは、日本語で日本に住む私の頭の中を静かに言葉にしています。朝、少し落ち着きたい時や、夜、今日はそろそろゆっくりしようかなと思った時に、そっと聞いてもらえたら嬉しいです。皆さんいつも聞いてくださって本当にありがとうございます。今日は少しお知らせから入りたいと思います。インスタグラムで日本語や日本についての質問を募集しようと思っています。ストーリーで募集する予定なので、よければぜひフォローしてチェックしてみてください。インスタグラムの URL はYouTube の概要欄に載せています。今日のテーマは5月病と戦う日本人です。前回は天気痛と戦う日本人というテーマでお話ししました。今回は5月病と戦う日本人です。こう聞くと日本人は天気や季節と戦ってばかりなのかなと思われるかもしれませんね。でも日本で生活していると季節の変化と心や体の変化はかなり深くつながっているなと感じます。皆さんの国の5月といえばどんな気候でしょうか？あるインドの方と話していた時に、今ここは35度ありますよと聞きました。インドはとっても広い国なので、地域によって気温や湿度は全然違うのだろうなと思います。日本は、皆さんもご存知の通り、夏は湿気がとっても多くて湿度が高い国です。ある時、台湾人の学生さんが、台湾の暑さから逃げてきたのに、日本の方が暑くてジメジメしていてびっくりしましたと話されていました。そうなんです。日本の湿度はとっても厄介なんです。もちろん一年中ずっと湿度が高いわけではありません。5月の終わり頃から少しずつ湿度が高くなってきます。そしてその前にやってくるのが今日のテーマである5月病です。皆さん、5月病という言葉を聞いたことはありますか？日本では5月の初め、4月の末頃ですね、そこからゴールデンウィークという長いお休みがあります。4月に新生活が始まって、新しい学校、新しいクラス、新しい会社、新しい部署、新しい人間関係の中で、みんなそれぞれ一生懸命その生活に馴染もうと頑張ります。そして5月の初め頃にゴールデンウィークがあります。数日から1週間ほどの休みですね。そこで一気に心と体が緩みます。でも休みが終わりに近づくにつれて元の生活に戻ることがちょっとなんだか苦しいなぁと感じられるようになることがあります。ゴールデンウィークが終わった後、なんだか体と心の調子が変、気分が落ち込む、学校や会社に行きたくない、集中できない、体がだるい、なんだかストレスを感じる、
食欲が湧かない、朝起きられない、夜眠れない、このような状態を日本では五月病と呼ぶことがあります。これは正式な病名というより、日本でよく使われる日常的な表現です。でも実際に5月になると、心や体の調子を崩す人は少なくありません。さらに5月の中頃は天気も少し不安定ですね。急に暑くなったかと思えば、次の日には気温が下がる。晴れたと思ったら雨が降る。気圧の変化で前回お話しした天気痛が出る人もいます。そうこうしているうちに5月の後半になると少しずつ梅雨が近づいてきます。4月に新しい生活に馴染もう、適応しようと頑張って、5月に長い休みがあり、その後天候も安定しない。そういう流れの中で、日本人にとっての5月は心も体も不安定になりやすい時期なのかもしれません。5月病は頑張り屋さんがなりやすいとも言われています。4月に、頑張らなきゃ、一生懸命頑張らなくちゃ、ちゃんとしなきゃ、早くなれなきゃと自分に力を入れていた心と体がゴールデンウィークを挟んでふっと緩む。そしてそれまで隠れていた疲れが一気に表に出てくるんですね。そのため多くの人が5月病にならないようにいろいろな対策をします。例えばゴールデンウィーク明けは無理をしない。ゴールデンウィーク中も遊ぶだけじゃなくて体を休めることにも気を配る。休みだからといって夜更かしをしすぎない。朝寝坊をしすぎず、できるだけいつも通りの生活リズムを保つ。人それぞれ自分なりの対策があるんですね。幸いなことに、私は5月病になったことがありません。マミさんはじゃあ頑張り屋さんではないのかなと思われたのかもしれませんね。でも多分理由は別です。なぜ私が5月病になったことがないかというと、実は私、人生で一度もゴールデンウィークを休んだことがないからです。学生の頃は部活動に明け暮れていました。小学校、中学校、高校全部ですね。で、大学生の頃も学校やアルバイトで毎日忙しく過ごしていました。今度私が学生の頃にしていたアルバイトについてもどこかでお話ししてみたいなと思っています。社会人になってからもカレンダー通りの仕事ではありませんでした。そして今もカレンダー通りの生活ではなくて、丸一日完全に休む日というのはほとんどありません。私はどうやらこの生活が合っているようです。もし私が長期で休んでしまったら、逆に確実に5月病になっていたと思います。とはいえ、睡眠時間以外ずっと働いているというわけではありません。
多分私は自分のご機嫌取りが割と得意なのだと思います。皆さんは自分のご機嫌取りをちゃんとできていますか？ついつい後回しにしがちな自分のご機嫌取り。五月病にならないようにするためには、無理をしないこと、そしてもし無理をしたとしても、その後必ず自分をいたわること。少しおいしいものを食べる、早めに寝る、好きな音楽を聴く、散歩する、お茶を飲む、誰かと話す、一人で静かに過ごす。方法は人によって違いますよね。大切なのは、私は今少し疲れてるかもしれないと気づいてあげることです。自分の心の言葉を無視しない、ちゃんと聞いてあげること、これが大切ですね。よかったら YouTube のコメント欄で、皆さんの国特有の季節や休み明けに関する心や体の変化があれば、ぜひ教えてください。日本には五月病がありますが、皆さんの国にも似たような言葉はありますか？皆さんは休み明けに学校や仕事に戻るのが少し辛いなと思ったことはありますか？そんな場合は無理しないでくださいね。必ず自分の心の言葉を聞いてあげてください。ということで、次回は自分のご機嫌取りをしていますかというテーマでお話ししようと思います。このポッドキャストを聞いてもらう時間は、心も体もゆるゆるとリラックスできる時間になっていたら嬉しいです。今日はここまでにしましょうか。最後まで聞いてくださってありがとうございました。このポッドキャストが日本語のリスニング練習や静かな時間のお供になれば嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。良い一日を。